自分たちがしかしなんかこう良心的に悪いなとは思わんだろうか。死ぬことが分かっていたのに、どうして笑っていたの？その疑問は、戦争を知らない私たちが、笑顔で映る特攻隊員たちを見て、一度は抱く感情なのかもしれません。その答えは、彼らと共に過ごした隊員の心の中に、確かにありました。今回は、実際に特攻命令を受けた陸軍特別攻撃隊、新部隊の元隊員が、なぜ笑って映ったのか、その理由を、静かに、優しく教えてくれました。特攻隊員を語るということは、彼らの死だけでなく、生きた人生をも背負うということです。新聞社が撮るんですね。それで私たちがお互いに口約束したことは絶対にその真顔では映らないと。にっこり笑えと。笑った顔で写真撮らせる。もう写真終わったら泣いてもいいぞと言ってました。だから特攻隊でこういうふうな写真を撮る場合はですね、その真剣な顔した顔じゃなくて、みんなニコッと笑った顔を残せっていうお互いに言ってましたですね。泣き顔を残すなって。だから、どんな写真見ても大体、真剣な顔したのはあんまりないですよね。うん、写真は残るから、泣き顔を残すまいと。笑って死んだっていうことにしとこうっていうことでそれはもうみんな年中言ってました。同じ戦友です。同じ14期の、14期の誰かはわからんですけども、これ、特攻の命令が来てすぐ頃ですね。この演習終わって、飛行機がこっち側にあるんですけど、こう、戻って、兵舎に戻る途中で、おい、写真撮るぞって言ってから、ああ、つって、爆体も抱えてたんですけど、重たいから、ポンと下に置いて、こうして撮った写真です。これは真面目な顔してますね、割と。ですね、これは体調です。だから14期はこれと、これと、1、2、3、4、5人おります。これは長崎出身の梅野やったかな。なんで梅野覚えるかって言ったらですね、戦後、同志ばっかり顔合わせる年に1回ですね。その時に、この梅野のお父さんとお母さんが見えたんですよ。で、息子の戦死の具合はどんな知った方がおりましたら教えてくださいっていう見えたからですね。だから覚えてるんですけども、長崎からわざと見えたんですね。それはもうしょっちゅう話してますよ。
わわわ言ってますからですね。こいつらよくなんか食事のことを話したこと感じです。食事、まずいな。もう海軍は、食事はものすごいいいぞ、つって。海軍の食事と陸軍の食事となんでこんな違うんやろか、なんで、そんな話してましたですね。喋ったことはありますけども、何を話したのかちょっと思いませんですね。もうこれもですね、目のも話したことあるけど、何を話したかはちょっとわからないですね。彼らよりか80年も長生きしたと。申し訳なかったような気がする。もう来るなって言ったから、やっぱりそうかもわからんね。来るなって言ったって命令だから、お前が来るなって言ったから来ないよって言うわけにはいかんけれども、やっぱり私たち同士で話すときは、もうお前たちは来るなよって、もう俺たちで十分だよっては言ってました、本当に。本当にそれは言ってましたね。俺たちだけで十分だって。彼らもそう言いながら亡くなったんだよな。戦闘機のパイロットに憧れてせっかくなったけども、まさか特攻があるとは知らなかったもんね。私たちの最後の望みはテストパイロットだったんです。みんな言ってたんです。テストパイロットになりたいって。飛行機乗りっていうやつは上を見るわけね。でテストパイロットっていうのはほら一番新しい飛行機のテストに命がけてなる。だからやっぱりロマンですよ。ロマンチックだ。それでも命を懸けるっていうね。だから今度生まれてきたってやっぱりパイロットになりたいなと思う。それはもう本当に家内が亡くなって、家内がいる時でも、今度生まれてくる時もやっぱりパイロットになりたいっていう。あんた、そしたら結婚できんかもしれんよって言って。まあできんかもしれんけども、一応パイロットにはなりたいって言ってましたね、私は。特攻隊員を語るということは、彼らの死だけではなく、彼らが歩んだ生きた人生までも背負うということです。その重さを私たちは忘れてはなりません。誰かを語るとき、誰かの記憶を伝えるとき、そこに敬意と責任があることを、どうか心に留めていてください。